少年サンデーの吹き出し。どうも、少年サンデー編集部の大塚健太です。少年サンデーの吹き出し始まりました。この番組は少年サンデー66周年企画として、少年サンデー読者の皆さんはもちろん、新人作家さんや漫画家志望者の方、漫画編集者を目指す人、まだ少年サンデーをあまり知らない人まで、少年サンデー編集部が漫画についての話をゆるく楽しく、時には熱く吹き出しに乗せてお届けするポッドキャスト番組です。前回は青山剛昌先生にご出演いただいて、スペシャル回ですと言っていたんですが、さらにスペシャル回が続きまして、いやですね、今この青山先生のご自宅で引き続き収録させていただいてるんですが、いや今僕の目の前にはですね、いやもう本当歴代の作品あげればもう数々あり、今現在本当少年サンデーで魔王連載中の高橋留美子先生がいらっしゃいます。高橋先生、よろしくお願いします。本日は。よろしくお願いいたします。そしてですね、隣には少年サンデーの吹き出し出演してもらいまして、各所でいろいろ好評だった回をやってもらった岡本さんもいます。岡本さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、この以上の3人でお送りしていきたいと思います。いや、本当にありがとうございます。今回はご出演いただいて。はい、青山先生の家が見たくて。いや、そうですね。いや、だから本当にちょっと、青山先生のご自宅が見られたいってことだったんで、実際、ちょっとさっきまでご自宅、青山先生にご案内されてたと思うんですけど、いかがですか？いや、なんか、テレビでちょこっと見たこともあったんですけど、すごい整頓されててすごいなってね。色紙とかが結構ずらっと並んでね。とか、まあ仕事場も結構かっこいいなって。いや、もう後ろで青山先生もそうですね、聞いていらっしゃると思いますけど。でも高橋先生はやっぱり長くご執筆されてて、こういう形でいろんな色紙のご交換されたりとかもあると思うんですけど、はい、そういう色紙とかっていうのは大切に持ってはいるんですよ。はい、ただ、飾るスペースがなかなかというわけで、困ってるとこで、どうすればいいんだろうってまあでもそうですね。本当にやっぱり皆さん、高橋先生に色紙を書くことで高橋先生から色紙をもらいたいっていうこんな感じで多分いろんな人がやっぱりいろんな交換を申し出ると思いますし。足立先生の画業55周年記念のあそこの漫画のやつでも、やっぱり足立先生とちょっと色紙の交換されてみたいな、やったぜとかっていうお話もあったと思うんですけど。はい。いや、あれもすごい大切に持ってて、で、いつか日の目を見るんではないかと思っていたら、タイミング的に先生の55周年ということで、今だって。このエピソードはここでっていうので。というようなね。岡本さんは、でも高橋先生の仕事場とかはご存知だとは思うんですが、青山先生のまたこういう、ご自宅と比べてというか、なんとかどんな感じとかっていうのまた全然違うなっていう。いや、でもやっぱ青山先生家は玄関の、ガンダム、黒の、あれ、めちゃくちゃインパクトありますよね。確かにドアを開けた瞬間に黒い、でかいザクがお出迎えっていう。そうね。さっきおっしゃってたのが黒ずくめとの、コラボなんですかね。真っ黒。あれはすごかったですね。あれはでも2億冊3億冊億冊記念のでもらったんだよね。今、すごい気軽に2億冊とか3億冊とかおっしゃいましたけど、まずですね、本当に世の中にそんな桁ってなかなかないんですけど、さらに2人とも2億冊の時にどういう感じで話せるっていう、そうですね。いや、そんな二人が今同じ空間にいて、そんな話してるっていうだけでも、やっぱり、編集としてもいや、とんでもない回になっちゃうぞとかっていうのもあるんですけど、こういう、でもなんていうんですかね、ラジオみたいなもののご出演とかっていうのも本当にあまり数はなくっていう感じですかね。はい。もう全然、苦手なんですよ。いや、もう読者の方たちからしても、やっぱり高橋先生の肉声が聞けるみたいなのっていうのは、もう本当またすごく嬉しいんじゃないかなと思うんですけど。いや、だからこれが最後だなって思ってます。本当に。いや、本当ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。結構でも、ご対談とかはそうされているのは、記事とかで僕も拝見してたりもしたんですけど。でも対談も、あれですね、特にコロナ以降っていうのは、まず対談はないインタビューも、どっちかっていうと筆記でっていうか、で、書いた方がなんとなく伝わるというか、やっぱ考えながらちょっといろいろと回答できるっていうのもあります。瞬発力がないので、考えっていう。
いや、でもそうですね。やっぱりなんかまあこういうご出演されてとかっていうのも、なんか以前だとこう福地先生、僕がまあ担当してたのもあって、今パラショッパーズ連載中の福地先生だったり、あとサンデー文化祭っていうイベントで公開収録っていう形で島本和彦先生にも出ていただきまして、いやもう島本先生とかはむしろ作家さんの中で一番ああいう離れしてるんじゃないかなっていうぐらいなんか。すごいですよ。本当に。島本先生が、北海道の方でラジオ DJ みたいなやってて、もうひたすら漫画のことを語るというやつの、まあ、録音みたいなのいただいたんですけど、すっごく面白くて。そうですね。うまいな、本当にうまいなって思って。確かに YouTube とかでも本当になんかものすごい長い時間喋ってる動画とかが上げられてて、普段はそういうラジオとかって聞かれたりはするんですか、高橋先生は。ほとんど聞かないですね。以前とかも聞いてたこととかあまりなくっていう感じですか？大昔、本当に高校生ぐらいの頃に、まあ深夜放送ぐらいですね。あとはもうテレビばっか。そうじゃこれ結構新人の作家さんとかも、連載中の作家さんとか聞いていただいてる人もいて、なのでこうなんかお耳のお供にみたいな夜の作業のとかっていう話をしてるんですけど、高橋先生は結構作業のお供はそういうテレビとかが多いですか？そうですね。なんか何を流してるとかって決まってたりはするんですか？いや、まあでもバラエティ番組とかが多くて、で、あとはまあ、そうですね。YouTube のなんかとか。高橋先生、YouTube の何か見てるんですか？見てる。そういうなんか、ジャンルはあるんですか？なんか動物がなんか。いや、この頃も、だからヘビーローテーションなんですけど、ミルキーサブウェイというやつと、ミルキーサブウェイ。それとパペットスンスンというやつ。あれはもうヘビーローテーションで。先生の X のタイムラインがその2つとちいかわでなんか、3つが。やばいですよ。埋め尽くされてる。確かに。キャラクターもので結構そうですね。いや、ミルキーサブウェイも僕もちょっと人づてに勧められて結構一気に見ちゃうくらいすごい面白かったんですけど、ああいうミルキーサブウェイとかの情報はどこから手に入れられてたんですか？それは椎名先生の、X をフォローしてて、そこですごく面白いというのを見たので、見ようって思って。あれも本当なんかこう短編ですけど、すごい見やすいけど毎回引きがあってみたいなのっていうのが。すごい。キャラクターも立ってて、とにかく構成もすごい、本当に面白いって。確かに、ラストのところのまたこう、盛り上げ方というか。本当。いや、ミルキーサブで多分、視聴回数爆増すると思いますよ。さらに YouTube とかにもアップしてる。いや、でも私はかなり増やしてると思う。すごい、グッズも買ってらしたのがすごいなと。確かに。僕、今は、背中合わせなんですけど、前は岡本さんとこう向き合っての席だったんで、結構高橋先生がこうやっぱちいかわにはまられてるとかっていう話もお伺いしてて、やっぱ僕もかなりちいかわは好きでいろいろ読んでたりもしたんで、いろいろな考察をぶつけてたんですけど、なんかでも僕だいぶ造形深いと思ってたんですけど、なんか高橋先生の話聞いたらさらにというか、なんかセリフもすごい覚えてるとかってお話聞いて。結構ハマると意外としつこいんで、私は。だから、もう本も何遍も読んじゃう系なんで、いやだからやっぱりX の更新とかも不定期じゃないですか。だからああいうのなんか、高橋先生がこうなんか追ってたりするんだと思うと。いや、もうほとんどストーカーのように、もう更新を待っているという、まだか、みたいな、だったな。確かに打ち合わせ中とか、今更新されました。ちょっと一回読みましょう。いや、でもね、とりあえず読んで、感想を述べ合うみたいな。そうです。で、真央に戻るっていう。いや、そう、岡本さんももうでも結構高橋先生の担当させてもらって長い、そうですね。4年ぐらいですかね。最初はコロナだったんで、電話でしたけど、ここ2年ぐらいはずっと対面で、一緒に夜ご飯食べながらやってますね。歴代の担当数々いると思いますけど、初めての女性担当だったっていうことで、なんか、まあ、でもいっぱい担当者いらっしゃると思うんで、なんかこう、特段、なんですかね、変わったことというか、そんなないのかなとも思うんですけど、どうですか、岡本さんは。いや、やっぱりまあ、女の編集さん初めてだったから、まあ、ある意味こう、
女同士なので、感性があんまり揃っちゃうと困るかなと。はい、やっぱりその男性の感覚みたいなのはやっぱ少年漫画やってるから。はいはい、って思ってたんですけど、ものすごい良くて。ありがとうございます。いや、まあ、頭いいってのもあるんですけど、物語をとにかく、まあ全体にこう俯瞰する能力もあり、はい。で、話を広げる能力もあり。めちゃくちゃ嬉しそうで、まあ程よくオタクでもあるので、まあ話も合うんで、みたいな。だからすごいいいですよ。いや、やっぱ、でも、オタクのお墨付きはもういただいて、イニアシャのオタクのお墨付きも最近っていうか2年ぐらい経ってからいただけたので。確かにこのサンデーの吹き出しに岡本さん出てくれた時も、いや、本当にもう高橋先生がもうめちゃめちゃ好きで、まさか担当になると思ってなかったですみたいな話もしてたぐらいだったので、もう本当にもう今、かなり人生でトップぐらいに嬉しいんじゃないこれ。そうですね。隣で褒めてもらえる。確かに。そうですね。隣で褒めてもらえるすごいですね。普段はじゃあ打ち合わせとかだとお二人どんな話が多いんですか？やっぱりそういうチーカーの話もあるとは思うんですけど。まあでもね、何を見たかとかね、見た映画とか、あとサンデーの今やってる漫画の話をしたりはしましたね。今ももう本当にやっぱりサンデーはこう、毎週読んでいただいてて。はい。結構、いや、本当なんかものすごくこう、やっぱりサンデーで長くご執筆いただいてると思うので、いろんななんかサンデーの歴史とかも、なんかあの時はあれがあったなとかってあると思いますし。はい。なんかどの時代が結構なんかご自身の中で印象的とかってあったりするんですか？あれを書いてた時とかっていうのは。そうですね。まあでも本当に自分が何を書いていたかよりも本当に周りの方が何連載されていたかの方が意外と印象があるかなっていう。だからまあ、足立先生って結構長いこと、まあ一緒に乗ってたんですけど、あとはあれだよね。まあ、村上元香先生の武蔵野剣とか、新谷薫先生の二人だかとか、なんか、あの頃のサンデーで書いてる感じがすごくこう、ワクワクするというか、なんか、今のじゃ、なんかこう、連載されてる作家さんとかっていうのは、なんかどういう風に見られてたりはするんですか？いや、もう面白く読んでます。普通に。結構じゃあそういうサンデーの今の連載の話とかっていうのもなんか打ち合わせの時に出たりはするんですか？まあ、たまに出ますね。そうですね。なんか新しく始まったらどうでしたみたいな。とか、最近何を最初に読んでますかとか。雑誌はやっぱりこう、まず気になる作品からこう、読んだりされるんですか？結構そういうことも多いかな。まあ、あと続きがすごく、これ早く読みたいみたいな回は必ずあるじゃないですか。そうですね、確かに。そういう場合は最初。いや、毎週、早く来週来ないかなみたいな気持ちにちょっとなると。結構ね、そういうことあります。いや、やっぱそうですね。なんか本当にそういう気持ちを持っていただいててってなると、やっぱりこうサンデー編集分一度みんな改めて雑誌作りに身が入るというか、やっぱ、より一層頑張らなきゃなっていう気持ちになりますけど。その初めての女性担当っていうことでいくと、岡本さんが担当させてもらって、一回なんか最初にお打ち合わせでこうご自宅をお伺いした時か、雨が降っててっていうので、タクシーを待ってる時に、高橋先生がこうなんか一緒にこうちょっと雨の中待っててくれたというエピソードを話してまして、野郎だったら待たないけどねっておっしゃってたっていうので。もちろんですよ。いや、やっぱりね、よそ様の大切な娘さんをお預かりするからに夜の雨の中をね、放り出すなんて無理でしょっていう。男の子はね、大丈夫なんで。確かに最後も傘持ってなくて。一人で帰れよ。走ってその辺どこ行きなさいみたいな。いや、そうですね。かっこよすぎますよね。確かに、その話聞いたときは、うわ、めちゃくちゃかっこいいなと思いましたし。今もやっぱ玄関まで見送ってくださって、本当に。いや、本当に車がいるのかと。もし出ていなかったら。いなかった場合、岡本がどこか迷子になってしまうんじゃないかみたいな。確かに車に乗るまで見届けてくださるんですごい。
でも岡本さんはすごいもう本当に大ファンでっていうこともあったと思うけど、例えばこう犬夜叉ものすごく好きだったって話もあったけど、犬夜叉についての話とかを高橋先生に聞いたりとかっていうのはあったりするんですね。いや、結構好きがあれば、なんか、たまに、ちょっと、そうですね、ちょくちょく。あの時のあれってとかっていう。そうですね、もう、私しか知りようがない、なんか、情報でもったいないなと思うんですけど。実際結構こう、なんですかね、その時のこととか、その聞かれた回のこととかを、やっぱ覚えていらっしゃるもんですか？まあ、すごく覚えてる場合と、はい、本当に忘れてることは、はい、あんまり細かいとね。うん。まあ、でも、大概、覚えてるつもりではいるんですけど。はい。はい。いや、本当にもうものすごくやっぱり、こうなんですかね、いろんな作品長期で連載されててとかっていうのもありますし、実際でもこうサンデーでデビューされた時のこととかっていうのは覚えてらっしゃいますか？もう自分の作品が初めてこう雑誌に載った時。はい、覚えてますね。うん。その時のどういうお気持ちでしたの？いや、なんか本当に嬉しかったんですけど、まあ、初めて載ったのは、はい、本当にコミックショー。はい。新コミの。はい。そうですね。で、それがまあ、たまたまなんやかんやあって、はい、週刊に載せていただくことになって、はい、で、やっぱりだから、それはもう、2冊ぐらい買ったかな。それでも、うん。で、意外と、ちゃんとこう、周りの人も買って読んでくれて、はいはい、声かけてくれて、みたいな。いや、本当なんか、嬉しかったですね。やっぱりそうですよね。雑誌に載って、いや、読んだよ、面白かったよ、みたいな反応あると、ああっていう、漫画家デビューだっていうところの実感というか。とにかくなんだろう、漫画家になったっていうよりは、はい、載ったっていうね。とにかく書いたそれが載ったっていうのがものすごく嬉しくってね。それが、あれですかね、勝手な奴ら、ね。そうです。はい。はい。その後に、不定期でこう、うるせえ奴ら、大学在学中に連載されてっていう、はい、その後にもまた定期連載でっていう続いていくと思うんですけど、そこからのこう、サンデーとのお付き合いというか。いや、でも当時、あと同時連載でメゾン一国も書かれてたりするじゃないですか。そうですね。それはでも本当に、大学4年になって、はい。いや、もう出てからかな、大学。はい。ぐらいなタイミングで、はい、はい、メゾンは始まったんですけど、はい、やっぱりまあ漫画家になりたいなっていうのはずっと思ってて、はいはい、でもうるせえの連載というか10回とか5回とか、はい、やってる時もまだプロになったっていう風には、もう思えなくて、これからどうなるかわかんないからっていうね。はい、なので、まあ、とりあえずメゾンの方も声かけていただいて、はいはい、でもとにかく仕事を取ろうと。はい、もう、まあ、この先どうなるか分かんないから、とりあえず声かけてもらった以上いっぱいやって、なんか、こう、なんとか、とりあえずまずはっていう感じだったんですか？そうですね。だから、いつまでサンデーでやらせてもらえるかも分かんないわけじゃないですか。はい、なので、はい、とにかく何としてでもって。はい。いや、でもなんか当時の仕事量とかって、だから同時に連載されててとかっていうので、すごい、やっぱりものすごかったんじゃないかなと思うんですけど。まあ、だんだんすごくなっていったみたいな、はい、最初メゾンがだから月刊だったのが、はいはい、ある日からなんか隔週になるよと言われ、急に言うっていう。いや、予告もなんもなく、なりますって言われ、で、もう、まあ、大学も出ていったから、はい、なんとか週刊と各週だったらやれ、すごいんですよ。で、ある日、週刊になりますって言われて、言われた時にすごい抵抗して、それは無理だと。はいはい、確かに。で、まあそこはいろいろお話し合いの末、はい、何週かだけ、はい、まあスピリッツの方、メゾン一国を週刊連載やって、はいはい、で、その後、すいません、各週に戻させてくださいっていうような、はい。すごいなと思いますね。とりあえず、次回から各週になりますとかってやるときに、ね、1本増えるじゃん、月に書くものがっていうところから、ね、各週いけたら週間もいけるんじゃないみたいなノリで多分、当時の人なんかそんぐらいのざっくりだったんですよ。だから、おそらくね、あの頃はそうなんですよ。それはもうしょうがない。まあ、言われちゃったしな、みたいな感じだったんですけど、当時としては。だからそれでもやれる人はやれたかもしれないんだけど、はい、私はもう、週刊日本は絶対無理だったので、はい。
ちょっとわがままを。いや、でも本当なんか2本同時連載とかってされてるときは、結構その切り替えとかっていうのはうまくできるものなんですか、それは全然大丈夫なんですよ。全く別のものを書いているから、はい。逆に逃げ場になっているっていうかね。はい。なんか、そうですね。まあ、ギャグ考えなくちゃいけないんだけど、でも、まあ、メゾンの方のちょっとゆるゆるな物語が思い浮かんでたりとか、まあ、そういうようなね。はい。なんかやっぱりこう、書いたことのない側からすると、なんかどうしてもこっちのネタとか、同時に絶対なんかネームを切る週とかっていうのがあるのかなと思うので、なんかこう頭が作品の雰囲気違うとごっちゃになっちゃったりするのかなと思ったんですけど、意外とそういう切り替えられてて。大丈夫ですね。ネームをやったらもう原稿をやる。で、一つこうもう終わったら、また別のものっていう感じで、だから、原稿作業が被るっていうことがほぼほぼなかったので、とにかく一作終わるまで、それをやり続けるというか。はい。じゃやっぱそうですね。そう考えると、まあ、物量考えると当たり前の話なんですけど、全然だから、うるせえ奴らとかも本当数日で書かれて、一週間使わず数日で書かれて、メゾンの方の作業入ってみたいな形でやられてたってことですね。そうですね。いや、だから5日ぐらいでうるせえやって、みたいな。寝る時間とかあったんですか？まあまあ、でも寝てはいったと思うんだよね。よかった。すごい。あれは先生も今すごい。いやー、でも、寝てないですか？いや、でもそこからそうですね。やっぱりこう、ランマを書かれて、犬夜叉書かれてとかっていうことで、サンデーとのお付き合いもいろいろ長かったなと思いますし、結構でもその都度こう、新連載始められるタイミングとかっていうのは、何ですか、どういうイメージで、こう、新しい作品に取り掛かろうとかってお考えだったんですか？でも、まあ、とりあえず終わって、でもまあ、次の作品も、っていうふうに、まあ言っていただければ、まあどっか脳の片隅で考え、で、まあ担当の方も、まあたまにではないか、結構ね、毎週ぐらい来てくださったりとかで、だからまあ心構えというか、これからやるんだなっていう思いはあるんですけれども、じゃあ何をやるんだっていう話はまたね、別なんでね、そこの話し合いっていうのは結構、まあ、休みの間でも、まあ、そういう話し合いっていうのはあったかな、結構こう、作品の間が短かったものもあると思うんですけど、それっていうのはもうなんか、連載ここまでで終わると思うんですけど、あと何ヶ月後に始めてくださいみたいな話が最初にあったんですか？でもそれはさすがに言われたことがなく、まあ、終わったらとりあえず休んでいいけどっていうね。で、それで、まあ、まあ、しばらく経つと、そろそろどうですかっていう感じでお声掛けをまたいただいて、で、それでまあ、何をやりたいかとか、そういう話をする中で、まあ、なんとなく固まったかなっていうところで、何号とか何ヶ月、まあ、何ヶ月後というか、まあ、そういう具体的な話が出てくるみたいな、格好で。今までこう結構過去一番時間かかったなとか、なんかこう出来上がるまでにこうすごく苦労したなとかっていう作品ってあったりするんですか？まあでもそうですね。年月が長いのはやっぱり、一番休んだのが魔王を始める前の1年5ヶ月ぐらいだったんだろうか。そうですね。1年半ぐらいだったと思いますね。確か。輪廻から魔王までの。それはかなりやっぱり、今までやっていないものをやろうと思っていたので、多少はやっぱりそのものの本を読んだりとか、体になんかその雰囲気を馴染ませるっていうんですかね。そのための映像を見たりとか、そういうこともありながら、まあ話し合いも、打ち合わせもやっててっていう。だからそれはやっぱり、そのくらい時間かけてよかったなとは思ってます。と、なんか聞いたのが7日の髪型で、結構。ずーっとわかんなくて、どういう子なんだろうって思っ
て、で、まあ、多少書くんですよ。まあ、デザイン画みたいなの。どれもしっくりこなくて、まあ、顔の中身意外と変わんないんですよね。やっぱり最もでかいのって髪型なんで、で、その中で、やっぱりまあ、ネームも書いて、ネームを書いている中でやっとかな、なのかの髪の毛の本当に後ろの一本ピンってなってる。それでやっと納得がいったというか。それは結構、なんですかね、しっくりこないな、みたいな感じだったんですか？いろいろ書かれてる中で。そうですね。なんかこの子じゃないな、っていう。ある日、ピンっていうのを書いてみたら、これだ、みたいな。なんでだっていう感じですけど、でもやっぱりそのぐらいある種、あと、まあデリケートなというかね。まあ作家が納得すれば OK なんですよ。誰が何と言おうがっていうかね。そうですね。当時の担当だった森脇くんですかね。森脇くんなんか、その時髪型決まりましたとかっていうのになんか言ってたりはしたんですか？言ってた？違う、もし、先生の中で、ナノカのデザインというか髪型これになりましたみたいな話あった時は、森脇くんなんかリアクションとかしてました？いや、全然まず私はそんなこと言わなかった。そうなんですね。なるほど。です。もうご自身の中で。もう私の中ではもうこれだってもう決まってるから、で、別に出して文句言われたとて。いや、文句は絶対言わないと思いますし、そこはそうですね。いや、でもそうですね。歴代本当に担当いっぱいいると思うんですけど、なんか雑誌に掲載されているものだと扉のページだったり、あと最後のところに柱とか煽りって言われるものあったりすると思うんですけど、そういうのとかご覧になられてたりしますか？自分の作品のだったり。いや、もうすごい大好物だ。いや、やっぱり、それがあってこその漫画っていうか、特に雑誌に掲載される漫画の、もう煽りとか柱とかっていうのは、もうなんかすごい大好きですね。乗ったっていう感じが。じゃあもう今、担当の岡本さんの煽りとかっていうのもやっぱり見ながらというか。はい。必ず見ますよね。まあそれはだから、編集さんがこの一個の話をどう評価するか、どう解釈するか。見えてくるじゃん。そうですね。本当にもうおっしゃる通りなんですけど、高橋先生に今目の前でそれを言われると、さらにやっぱり、うわっていう。緊張しますね。岡本さんもだから毎回悩み考え抜いてやってるんだと思うけど。そうですね。難しいですよね、煽り。あれですよね。なんか、同じことを、特に終わりの煽りとか、繰り返しても意味ないし、でも勝手になんか、先走ってもちょっとまだそれはまだですみたいなのもあるんで、結構絶妙に難しいなって。確かに読んでる人にとっての情報と自分が知ってることとは、絶対にすり合わせるというか、読んでる人が知ってるところまででしか絶対書いちゃいけないし、とかっていうのが。そうですね。特に真央だと結構その先まで打ち合わせするときに、なんか、もうちょっとこの情報を知ってるけど、それ、うっかり出さないように気をつけなきゃなっていうのは。次回一回解決するからなと思って、優しい煽りにしちゃいけないというか、ビシッと弾いてるときにはやっぱり。私結構記憶に残ってるのが、うるせえ奴らは、サブタイトルを編集がつけてたって聞いて、結構。うるせえ奴らは、頭5話と、ラスト10話以外は全部編集さんがタイトルつけてくれてます。その時は、なんかそういうものだと思ってたみたいなのがあったんですか？それともなんか考えてくれるんだったらお願いしますみたいな感じだったんですか？いや、なんか、そういうもんなのかなって思って、ただ、最後はやらせてくれっつっても、まあ、歌のタイトルをつなげてるだけなんですけど、でもそれはやっぱ自分のこだわりみたいなのもあって、最初と最後だけです。それ以降は基本的にはもう、その後は結構もう自分で手動でつけることが多くなってますね。多くってことはたまにその編集がみたいなこともあるんですか？でも勝手にはつけていただきたくない。もちろんなんか。まあちょっと一言。でもそんなことありえないので、ちゃんと原稿をお渡しするときにタイトルどうしましょうっていうことで、話あってっていうこともあり、今はあれですね、真央の場合は、まあコロナでバイク便でちょっと原稿を送っていたっていうこともあったので、でその場合はまあとりあえずこちらの方で、まあタイトルを
1個で決まる場合はいいんですけど、迷ってる場合は2つぐらい書いて、どうしましょうみたいな、お伺いを立てみたいなこともあったりとか。原稿の封筒にタイトルが2つ入ってて、その場合はどっちかなっていう。こちらがいいんじゃないでしょうか。そうですね。お話をさせていただき。はい。まあそうですね。結構やっぱりそのサブタイトルとかも見て、なんか、ネタバレになっちゃいけないけどもみたいな、でも作品、その場を表さないといけないみたいなことって本当あるなと思うので。はい。いやでもそういうのなんか全てがなんていうんですかね、やっぱこう、その話であったり作品構成してるなとも思うので。そうなんですよね。難しいというか、だんだん長くなってくるとやっぱり、タイトルが被ったりとか、間違えて、っていうこともあったり。はい。そうですね。結構やっぱりその過去の、もう話数増えてくると、過去のやつをこうバーってなんか編集とかもやっぱ一覧でなんか持ってて、すぐに検索できるようにしてる場合とかもあるので。それ最高ですね。ありがとうございます。あとですね、いつもですね、やっぱり漫画の編集者の仕事っていうのが、こう聞いていただいている方にとって結構イメージしにくいっていうこともありまして、だいたい毎回このポッドキャストが編集部員を呼んで話を聞いてるんですけど、その編集部員に、昨日何をしてたかを聞くコーナーっていうのがありまして、なんかお答えできる範囲で全然大丈夫なんですけど、なんか高橋先生が昨日どんな感じのこうお仕事とか日常過ごされてたのかなっていうのをお伺いできればと思ってまして。まずね、早朝までね、オリンピックのフィギュアスケート見てしまい、で、まあ、それからちょっと仮眠を取り、お昼ぐらいからネームをやって、まあ夜の9時ぐらいまでネームをやって、で、その後またオリンピックのスノーボードなんか見て、確かに。です。今だとそうですね。やっぱりテレビつけてオリンピック見ちゃうなとかっていうのもありますし。結構じゃあメダル獲得の瞬間とかも生で見られたりはしてます。結構見てますね。かなり先生フィギュアスケートお好きで。今だとそうですね。この間ペアで金を取ってましたし。やっぱりすごいっす。あれも先生も一緒でもすごかったですね。フィギュアスケートなんかどのあたりがやっぱりこう面白いなとか好きだなとか見てるところってあるんですか？観点として。そうですね。いや、結構、もうデビュー前からなんか、やっぱフィギュアスケートの特にペアが面白いなとは思ってたんですよ、本当に。で、デススパイラルという名前と技がものすごく、なんかね、いいなっていうのもありながら、で、ただその頃日本はやっぱまだなかなか出てこないけど、でも外国のそのペアが滑ってるだけでも相当面白かったんですが、で、それ、だからすごい薄いファンなんで、で、最近だからものすごい強くなったじゃないですか。そうですね。日本が。なんか、夢のようだなって思う。あの時、なかなか日本人選手が滑ることってなかったフィギュアでっていう。いや、本当メダル取るなんて、ねえ。いや、やっぱこの時期はそうですね。あとはなんかさっきバラエティ番組とかも結構テレビつけてるみたいなお話でしたけど、お気に入りの番組とかあったりするんですか？これはちょっと見てるなとか。でも結構ね、お料理番組好きなんですよ。だから、第5も台所っていうテレ朝の、あれはもう、録画してまで見てます。やっぱり成長の過程が見えるというか、だんだんそうですね、少しずつなんか学んでいってるなとかっていう。そうですね。っていうのもなんとなくゆるっとしてて、面白いなっていうのと、あとはあれかな。この頃は朝ドラ、続けて見てます。で、大河も見てます。みたいな感じで。バラエティは、見てます。結構、やっぱ、それは作画中みたいな感じですか？ネームとかの時もなんかつけてたりするんですか？いや、結構、いつでもつけてる感じかな。割となんかネームの作業とかの時には結構いろいろ考えちゃうからっていうので、なんかあんまりテレビとかつけない方も多いなっていう印象だったんですけど。いや、昔は音楽流してたんですけど、その、MD というものが終了したじゃないですか。
あれでなんとなくこう、音楽から遠ざかって、で、まあテレビを、ずっとつけっぱでですね。だから、逆に音がないと私の場合は動かないかなって。何か流れてた方がいいな。なんか脳に刺激があった方がいいかなって。打ち合わせ中もテレビついてますね。意外とヒントがあるんですよ。ちょっとしたワードみたいな。もう全然番組上はなんか全く関係ない形で出てきてたけど、これいいなみたいなこととか。意外とあるんで、やめられませんね。本当に。なかなかテレビ消せないなっていう。ずっとつけてるな。いや、でもこれ最初にこうなんか新人作家さん時代とか、本当に持ち込みとか投稿とかされた時のことっていうのは、覚えてらっしゃいますか、その時のなんか。まあ覚えてます、すごく。いや、それこそ、よく、なんか SNS で話題になってる、ジャンプにも持ってったとか、でもその前にマガジンにも投稿してて、さらに前に、小学6年生か中学校ぐらいの時に、サンデーにも投稿してるんですよ。だから、ものすごく、まあ、いろんなところに憧れてたかなっていう。実際でも賞を取りましたみたいな連絡もらった時は、どうでしたか？もう本当に嬉しいっていう感じでした。まあ嬉しい、すごく嬉しかったんだけど、まだ、なんというか、子供だったので、まあ子供といっても大学生なんですけど、あんまりなんていうのかな、若気の至りで、私は佳作だったんですけど、対象じゃないんだぐらいな、あれみたいな。生意気な。でもそのぐらいの本当にね、そういう子だったと思いますよ。なんか、その時の賞金何に使ったとかってあるんですか？でもそれは本当生活費で溶けていったって。いや、やっぱり何ですかね、こう、いろんな今また漫画家目指して活動されてる新人の方とかっていうのをいっぱい聞いてもらってるんで、その時になんかこう、やっぱりいろいろ悩んだりなかなかいい賞が取れないな、みたいなこともあったりすると思うんですけど、ある種でもやっぱそういう自信も一個大事なのかなとかっていうのは。そうですね、もう私はあまりにも生意気だったという反省は、まあ知ってますけど、でも、まあ、あんまりネガティブよりは、まあ明るい未来を見てた方がいいんじゃないかなって。いや、そうですよね。現在もだから新人コミック大賞の審査とかもされてると思うんですけど、なんかそういうところは結構、なんていうんですかね、気にして見られてるところとかってあったりするんですか？まあ、一番思うのは、読み手のこと、読者のこと、をどのくらい考える余裕があるだろうかっていう、だからまず、それはもう本人が楽しむっていうのがもう大切なんですけれども、それを伝えるためにどういう工夫をすればいいのかっていうのを考えてもらえるといいかなと思って、やっぱり読んでる人のことを、読む人のことを考えてる原稿だなとかっていうのが、やっぱ読んでる時にすごい伝わってきますか、高橋先生。意外と、なんて言うんだろう。そこまで考えなくても、面白いってことは、ちゃんと分かるやってるってことなんですよ。そう。だから、読者が受け取りたいのはやっぱり、まあ、楽しいこととか、面白いこととかなのであって、この作者が何を考えているかを受け取りたいわけではないので、そこはもうキャラクターに託すっていうことをもっとなんか、やったらもっと良くなるのにっていうのもたまにはありますけど。ありがとうございます。いやもう本当に多分この話がすごいなんか響いてる人もいっぱいいらっしゃると思うので、いやぜひちょっともっといろいろお話お伺いしたいんですが、一旦ちょっとこちらでお時間ということなので締めさせていただきます。ありがとうございます。少年サンデーの吹き出し。少年サンデーの吹き出し、そろそろお別れの時間です。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは sf@ 小学館 .co.jp、 X のハッシュタグはハッシュタグサンデーの吹き出しです。感想など投稿お待ちしております。また現在少年サンデー編集部では毎日漫画の持ち込みを受け付けております。
小学館に来ていただく対面での持ち込みはもちろん、原稿をデータでお送りいただくウェブ持ち込みの2種類があります。詳しくはサンデー公式ホームページをご確認ください。ということで、本当になんかもっともっといろいろお話お伺いしたいなと思ったんですが、高橋先生はこういう久しぶりにこういう番組で話すみたいなのをやってみていただいていかがでしたか？いや、もう至らぬことばかりです。いやもうまあでも本当ありがとうございました。いや、とんでもないです。もうなんかこう感銘を受けもありますし、シンプルもめちゃくちゃ面白いなという話もたくさん聞けてと思ったので、岡本さんはどうでした？いや、私はもう隣で見ていただいたのでだいぶ満足本当にもうすごくやっぱり編集冥利に尽きるというか、めちゃくちゃいい瞬間として、はい、あともう高橋先生がとても話がうますぎて、はい、やっぱりそう出てくるエピソードだったりのっていうの一つ一つが本当にありがとうございます。ありがとうございます。あとちょっといろいろとじゃあ、岡本さんの方から告知があるということなのでお話しいただければと思います。はい、今高橋先生がサンデーで連載中のマオのテレビアニメが、4月4日から連続2クールで、毎週土曜日の23時45分から NHK 総合にて放送開始します。で、最新 PV とか YouTube で公開中なので、ぜひご覧ください。いや、もうアニメめちゃくちゃ楽しみだなと思いますし、高橋先生もいろいろもう現状出来上がってるものとかを確認されててっていう感じなんですか？いかがですか？やっぱり放送自体も楽しみだな。いいと思います。いや、もうやっぱり本当に一視聴者として楽しみだなとも思いますし、やっぱりこれ聞いていただいたファンの皆さんもめちゃくちゃ楽しみにしてると思うので、いやー、そしてですね、もう本当に青山先生、高橋先生とお話しさせていただいて、この2回にわたってですね、超豪華ゲストとお送りさせていただいたんですが、この次がまたですね、とんでもないスペシャル回が2回続いたんですが、ちょっとスペシャル回が次に来まして、それはですね、高橋先生と青山先生がお二人出ていただいて、もう本当僕も含めて、僕なんかも本当正直いない方がいいぐらいではあるんですが、ちょっと3人でのですね、特別対談会となりまして、いや、もう本当に長くサンデーでご執筆いただいている中で、あとお二人が進行があるということなんですけど、普段どんなお話されてるのかとか、ちょっとそういうことをお伺いできればなと思っておりますので、次回もちょっと必ず聞いていただければなと思っております。高橋先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ということで、今回のゲストは高橋留美子先生でした。ありがとうございました。最後までお付き合いいただきありがとうございました。少年サンデーの吹き出し、次回も何卒よろしくお願いします。